皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回は中盤のスプリングカメラの紹介です。このカメラはドイツのウェルタという会社が作ったもので、ウェルツルと言います。本当にウェルツルっていう読み方で正しいのかわからないんですけど、ハヤタカメラの方がやってる YouTube チャンネルで、ウェルツルと呼ばれていたので、それに準じました。このカメラは1930年代のもので、クラシックカメラ戦火ナンバー8スプリングカメラによると、最初にウェルツルが登場したのは1933年らしいです。今映ってるこのカメラは、レンズがサイスのテッサーなんですけど、サイスのレンズはシリアルナンバーで製造年がわかるんですね。それで、このレンズは上3桁が224なので、だいたい1937から1938年の製造のようです。ちょうどシリアルナンバーの表で数字が飛んでる箇所に当たっちゃってるんですけどね。というわけで、このウェルツルはカール・ツァイスのテッサー 7.5 センチ F2.8 っていうなかなかいいレンズがついたスプリングカメラなんですけど、実は最初すっごくボロボロだったんですよ。購入価格なんと500円。カメラ屋さんのジャンクコーナーで買ったんですけど、確かにこの状態だと500円でも仕方ないかなと言える状態でした。蛇腹ももちろん穴が開いてましたし、背面にある赤窓のノブも欠品してました。それでなんとか修理してみたのがこのウェルツルになります。オリジナルの張り革はかなりボロボロだったので、剥がして保管してあります。蛇腹も交換したんですけど、まだまだ技術が足りなくて、伸び縮みするときにちょっと突っ張っちゃってますね。それでは、このウェルツルの機能的なところを見ていきましょう。レンズは先ほども話した通り、カール・ツァイスのテッサー 7.5 センチ F2.8。コーティングはありません。ノンコートです。シャッターはコンパーラピッドです。私、普段日本製のレンズシャッターを触ることが多いので、本物のコンパ、そして戦前のもの、本当に作りがいいことに驚きました。と言いながらちょっとスローがいまいち調整しきれてないんですけどね。で、フィルムを送るのは赤窓式です。欠品していた赤窓のノブは適当なジャンクパーツで代用してるんですけど、ちょっと見た目がかっこ悪いので、もう少しどうにかしたいですね。さて、このウェルツルというスプリングカメラの最大の特徴、それが前板を前後させる方式のフォーカシングです。前蓋についたノブを回転させると、このようにラック&ピニオンで前板が前後します。これでピント合わせるんですね。それで、この前後の動きを機械的にボディの本体まで伝えて距離計を連動させているというわけです。デルタと書かれた銀色のプレートの部分には撮影する距離も表示されてます。距離計は見た目の通り、ファインダーの中央部に二重像が表示される、いわゆる一眼式のものになります。1933年に最初に出たカメラとしては非常に先進的ですよね、これ。このウェルツルっていうカメラ、実は日本のミノルタが戦前にコピーしてます。それが1937年のオートセミミノルタっていう機種で、ピント合わせの機構がそっくりです。オートセミミノルタは手元にないんですけど、検索すると画像が出てくると思います。では、このウェルツルで撮影した写真を見ていきましょう。ここまで引っ張っておいて恥ずかしい話なんですけど、撮影した結果がちょっとぶどまりがすごい悪くて使えるカットが結構少なかったんですよね。一応中盤で3本撮影したんですけど、やっぱりスプリングカメラの蛇腹交換とかで精度を出すのってすごい難しいですね。距離計調整もちょっと難しかったんですけど、今映しているのはバッチリ映ってるカットです。本当にさすが戦前のサイスレンズ、キレキレですね。一方、こっちはカラーです。フィルムはコダックのエクターで、エクター純正仕上げ。恥ずかしいことにちょっとブレ気味なんですけど、なかなかに色も雰囲気もいい感じだと思います。今回の配信は動画で使うことを前提に横位置での撮影を意識しすぎたことでした。スプリングカメラの左手リリーズに慣れてなくて、微妙にブレてるカットを量産しちゃった感じがありますね。こっちは開放から F4 ぐらいまでで撮影したカットです。内蔵された連動距離計、当時の人が一般にプリントした写真のサイズでは十分以上に役割を果たしてくれたんじゃないかなと
思ってます。このウェルツル、もっとできることならレンズの性能を引き出してあげたいですね。要再整備という感じです。というわけで、ウェルタのスプリングカメラ、ウェルツルでした。このウェルツルっていうカメラ、日本のウェブにはあんまり情報がなくて、ぜひ動画にしてアップしたかったんですよね。インターネットにはどんな情報でもあるようで、実はかゆいところに手が届かないので、できるだけアーカイブとして機能するような内容を心がけていきたいと思ってます。ありがとうございました。オブスクラでした。